皆さん、こんにちは。愛知小児保健医療総合センターの救急科の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。私からですね、小児救急の今ということで、この救急等ができて、10年になるわけですけれども、それもちょっと振り返りながらですね、子どもの救急が今どういうふうになっているか、それから今、愛知小児の救急がどういうふうに取り組んでいるかというところを、ご紹介をしていきたいと思います。まずはじめにですね、これを、皆さんにも、知っておいていただきたいなと思うんですけれども、子どもの救急、小児の救急っていうのはですね、パッとイメージ、あると、時間外の、子どもの診療をするというイメージを持たれるかもしれませんが、私たちが考えている子どもの救急っていうのはちょっとね、違うんですね。どういうことかと言いますと、時間外ももちろん、ね、もちろんです。含めて、子どもの急性疾患へ、全部対応する。それが子どもの救急、小児救急ではないかなと思っています。時間外診療というと、子どもだったら小児科の先生が見てとかですね、そういうふうになるんですけれども、この愛知小児の場合はですね、子どもに起きた、怪我も含めて、怪我も風邪も、それから痙攣とか、いろんな子どもに起きた急ぎの病気に対して全部対応しますよ。それが、愛知小児の、救急の、コンセプトでありますし、小児救急って言ったら、今はそういう流れですね、でやっております。で、私、先ほど藤田先生にご紹介いただきましたようにですね、名古屋の第二赤十字病院、いわゆる矢事日赤というところで初期研修をいたしまして、あそこは救急がですね、すごい盛んというか、いっぱい救急車を受けていて、やってるんですね。で、そこで、救急と、小児というのをやりたいなと思いまして、小児救急をやりたいと考えました。で、その当時はですね、実は、小児の救急というのを、ちゃんと勉強できる場所が実はすごくなくてです、すごく非常に少なくて、実はもう当時、できたばっかりだったんですけれども、東京の世田谷の国立成育医療センター、そこしかほぼなかったんですね。同時に今ここにあります PICU ですね、子どもの集中治療の部門も、まさにそこの生育医療センターに立ち上がったところで、小児のその急性期疾患の、重症な、えーま重症な子どもたちを見る救急と ICU というところがちょうど立ち上がったのがその2000年の本当に初頭でした。で、そこが救急を学べる場所ということでしたので、そこに行ったわけです。それ以外ですと、本当に海外に行くしかなかったんですね、その当時は。ですので、生育で小児救急を経験させていただきました。それから、結局東京にはですね、8年ぐらいおりまして、東京都立の小児総合医療センター、そこも東京都が作った大きな小児病院ですけれども、そこでも救急をやらせていただいております。で、こちらに戻ってくる前に、先ほど藤田先生のご紹介いただきましたけれども、実は厚生労働省の医政局地域医療計画課ですね、のところに、小児周産期の専門官というポストがありまして、そこで1年間ですね、働かさせていただきました。で、これ何をしているかというところとですね、今こうやってスクラブを着て、こうやって写真でもこう救急車の前に立っておりますけれども、そういうのではなくて、本当にこう、なんていうんですか、医系技官といってですね、行政の中に入ってやる医者の仕事をね、していました。例えばその医療計画というものがあって、それを、考えたりとか、承認とか周産期、ですね、そういったところの予算を作ったりとか、国の仕組み全体をちょっと見るような、視点で、働かせていただきまして、医療の仕組みとかですね、それをどういうふうにこう動かしていくか、そういうあたりをですね、実際にこう、立案するということになります。で、今、やっていることで、災害ですね、子どもの災害のことに関して、実はそこで、自分がこう、絵を描いて、それを実際今、なんて言いますかね、地域というか、日本全国に実装されているという、そういうこともあったりして、非常にですね、やりがいがあるお仕事でした。で、その後に、愛知小児に来て、実際にこの愛知県でどういうふうに救急をやっていくか、実際に子どもたちを助けるということももちろんなんですけれども、仕組みとしてですね、どういうふうに作っていくかということを、この10年ぐらいやっていったというところになります。愛知小児保健医療総合センター、今皆さんいらっしゃるところですけれども、先ほど紹介いただきましたが、2016年以降ですね、この PICU というのができまして、そこにこう重症な子どもたちを集めようというふうな動きが、愛知県、プラスももちろん岐阜とかですね、三重の一部もですけれども、集約をしていこう。
そのために、ICU ができて、救急がその搬送の窓口とかですね、受け入れる窓口として、動いております。ICU の、病床数ですね、ちょっとずつ増やして、機能が充実しているというのが、ここ数年の流れです。このようにですね、ドクターヘリも、どんどん飛んできていて、重症な子どもの搬送にですね、当初は愛知医大の1機でしたけれども、今は豊明にも、藤田医大の2機目がありますので、そことも連携をして、搬送をしております。この愛知小児の救急の、特徴ですけれども、小児救命救急センターというのがあります。これは全国で今20箇所ぐらいですかね。その当時は確か11箇所目ぐらいだったと思うんですけれども、指定されていて、子どもの重症な子たちを集めて、しっかり治療していくよと、成績もよくやっていこうというふうになっています。その11箇所目ぐらいのところに指定をされています。救急科の医師が今7人いてですね、働いています。救急の、そのうち大人のですね、救急の専門医を持っているのが5名と、子どもの、小児科のですね、専門医を持っているのが5人いまして、もちろん2つ持っている医師もいますので、そういった救急とか小児の専門性を持った医師が、常にですね、日中はもちろん複数おりますし、夜間も1人は必ずいるという形で、ずっと診療をしています。おそらくそういった体制でやっている病院っていうのは、全国でもすごく少なくて、非常に充実した、診療体制かなと思います。救急の受診する子はですね、大体9000人ぐらいになっています。そして救急車は大体1200台から1500台ぐらいのところを、推移していまして、大体それぐらいかなと、ここ数年変わらないかなと思います。そして最近変わってきたのが、この一番下ヘリコプターですね。ここがですね、年間今60件ほどになっています。実はこれ数年前までは年間20件あるかないかなというところだったんですけれども、今は年間60件ぐらいになっています。これの一つまた後でね、ご紹介をいたしますけれども、先ほどちょっと触れました、藤田医科大学が2期目のですね、愛知県の2期目のドクターヘリを入れましたので、そこの連携をしてですね、施設間の搬送、病院と病院の間の搬送をですね、やることで、この件数が非常に増えています。はい。そして、そういった搬送であるとか、子どもの救急ですね、時間外の救急とかですね、やっていく中で、私たちが大事にしていること、これなんですね。救急のプリンシプルということで、原理原則というか、ちゃんとここに立ち戻りましょうというね、目印になりますけれども、これです。もう子供のために全力を尽くす。これにつきます。そこに立ち戻ると、じゃあ今やっていること正しい方向なのかとかですね、そういうことを、常に考えながら診療できるかなと思っています。でそして、その子どもたちのために全力を尽くす。じゃあ具体的にもうちょっと、見ていくと、どういう方法を考えていくか。これをですね、クエスト。これ追求するですね。クエストというふうに、私たちまとめました。一つはね、クエストの Q のクオリティです。これは医療の質をちゃんと追求しましょうですね。ただ頑張ってるだけじゃなくって、ちゃんといいことをですね、子どもたちにしたい。それも救急の場でですね、子どもたちのためにしっかり質の高い救急医療を提供したいと思っています。それから、アンディフィティですね。これは妥協しないんです。子どもの代弁者として。最近、アドボカシーっていう言葉がですね、盛んに、紹介というのが言われるようになっておりますけれども、子どもたち、あるいは子どもを見ていらっしゃる養育者の方ですね、も含めて、その代弁者として、やっぱり妥協しないですね。しっかりアピールすることは社会にアピールしなきゃいけないし、伝えなきゃいけないと思っています。そういったこともしっかりやっていこうというのがアンディフィーティッドの U です。そして E、クエストの E がエデュケーションですね。これも非常に大事だと思っていて、エデュケーションって教育ですね。教育と情報発信です。これは、救急の医師もそうですし、救急の看護師、スタッフもそうです。それから、今日後でね、やりますけれども、ホームケアとか、そういったお家でどういうふうに見るかということも含めて、しっかり教育をして、そしてその情報発信をしていこうというふうに考えています。さらにですね、S のソサエティ。これは社会資源のことですけれども、必要な社会資源が投入されるように、アピールしていきましょうと。やっぱり子どもたちのことと
ことって、少子化ですごい大事なんですけれども、若干なんて言いますかね、後回しになりがちなことが多いです。ですので、そこをしっかり、小児病院の救急の立場として、アピールしていく、こういうのが必要だですね、アピールしていきたいと思っています。最後にですね、そういったことをできるように、チームワークの T ですね、を挙げています。チームだけじゃなくて、それを構成する個人もしっかり尊重して、しっかり子どもたちのためにですね、先ほどの、全力を尽くす、それを使命としてやっていくために、チーム利用をしていこうというふうに考えています。こういったクエストというのを掲げながらですね、毎日、救急の医療を提供しています。はい。そして、ここからですね、本題というか、タイトルになります、小児救急の今ということでお話をしていきたいと思いますけれども、子どもの、ね、救急がどうなっているかということが一つ目。そして二つ目はですね、愛知小児の救急センターがどういうふうに、機能しているかということをお話をさせていただいて、最後に、小児救急のこれからということで、どういうことができたらいいなとかですね、今こういうことをトライしてますよということをご紹介していこうと思います。はい。まずですね、本当に子どもの救急ということを考えるときにですね、子どもの医療体制はどうなっているかということを、ちょっと、難しいというか、見にくいかもしれませんが、大事だと思いますので、ご紹介したいと思います。こちらがですね、これ国が出している図なので、自分が書いたわけじゃないので、見にくいと言われてもちょっと困ってしまうんですけれども、国が書いている図なんですね。これで1枚で子どもの医療体制というのを紹介しています。ちょっとゆっくり見ていこうと思いますけれども、こちらに縦軸というか、医療の機能とか重症度、上に行くほど、機能が高くて重症な子を見る体制ですよとなっています。そして、右ですね、右の方に行くと、時間の流れと書いてありますけれども、まずどういうふうに診療がされてというですね、そういった時間の流れが横軸になっています。で、子どもの医療の特徴が一つここにあるんですけれども、一つ目ですね、相談支援というのがあります。これは、シャープ8000とかですね、そういったその電話相談というのがあります。ですので、まず子どもの救急とかで困ったときには、こういったところに相談してくださいねというふうな体制ができています。これがどれくらい、機能しているかというところですけれども、実はすごいんですよね。年間ですね、ちょっと、最新ですけれども、今、1年前のはないんですけれども、令和5年度、見てみますと、120万件、これ日本全国ですけれども、120万件の相談が、されています。で、おそらくですね、実際これに相談できなかったという人も含めると、もうちょっと多い数の方が、相談をされてるんですけれども、おそらくこの相談だけで解決できちゃうことも結構あるんですよね、子どもたちの救急の場合はですね。ですので、ここの、一つ目に相談をするっていうのが、非常に重要かなと思います。でちなみにこれ、すごく右肩上がりというか、ずんずんずんと増えてきていますよね。で、ここちょっと下がっているのは、多分皆さん、あれかなと思われると思いますけれども、新型コロナが流行った時に子どもの感染症って結構少なくなったんですね。で、ここでちょっと相談件数とかも減ったんですが、その後はやっぱりぐぐぐっと戻ってきて、実はその小児の医療体制の中で、この電話相談って非常に重要かなと思っています。で、愛知小児もですね、こういった時間外の育児相談っていうのをやってますので、シャープ8000とかですね、もううまく使いながらですね、こういったもしもしキャッチとか、LINE も用意してますので、こういったのをどんどん活用していただけたらなと思います。えーこの病気だけじゃなくて、おそらくこの育児とかですね、なんか困っていることがあれば、こういったものを活用していただければと思います。続いてですね、ちょっと時間とか重症度が高くなると、次は普通の病院ですね、クリニックとか、診療所に行くことになります。1時とか1時、2時と書いてありますけれども、そういったところに、行きます。それから、初期の小児救急となって、ここも時間外とかですね、やっているところですね。そしてそれから次に行くのが、2次、小児地域医療センターというふうになってますけれども、ここはざっくり言うと入院ができるところというふうになります。
このあたりは、下のあたりはですね、外来で診療ができて、お家で様子見れるかなという子が行くんですけれども、そこで対応できないとなると、じゃあ入院が必要かなというふうになって、こちらに移動します。そして、さらにですね、そこの、地域の、割と大きい小児科で対応できない、すごく重症だなとか、特殊な疾患であるとか、ってなった場合には、さらにより重症度も機能も高いところですね、小児中核病院というふうになっていますけれども、ここに3時と書いてありますが、そういったところに、転院をしましょうというふうになっています。こんな感じですね。シャープ8000とか相談ね、さっきのLINE とか使いながら相談があって、そこからかかりつけの先生とか、夜間診療所とかを受診して、それでも、お家で帰れないであれば入院が必要になって、入院が必要なんだけれども、よりその重症で、すごく大変な治療が必要ってなったら、集中治療が必要な、というふうに判断をされたら、より工事というか、機能の揃っているところに転院しましょうというふうな形になっています。これが子どもの医療の体制なんですね。で、ちなみにというか、別の視点で子どもの救急というのをちょっと見ていきたいと思いますけれども、これもちょっと、細かい図だなと思って申し訳ないんですけれども、子どもの救急の搬送ですね。これは救急車です。一般の自治体が持っている救急車がどれくらい搬送しているかですね。ここを見ていただくと、令和5年とかですね、令和4年、ほとんど変わらないんですね。ここが一番上が赤ちゃん、新生児、それから乳幼児、ちょっと小さい子で、ここが少年となっていますけれども、数字としてはですね、本当に数パーセントぐらいしかいません。多くの、ほとんどがですね、やっぱ大人なんですね。で、それぐらいの、運んでるんですけれども、じゃあ、どれくらいの重症な、救急隊を運んでいるかというとですね、実は結構、子供たちの重症って少ないんですね。赤ちゃんの場合、亡くなっちゃう子はすごく超重症ですけれども、すごく長い入院が必要な子、これ赤ちゃんちょっと多いなというのは、新生児の搬送があるからかなと思います。NICU とかでね、出生して誕生したお子さんで、治療が必要な場合は、産科の病院から、生まれたところから、NICU のところにね、運ばれますので、ちょっとそこの数が多いのかなと思いますけれども、他を見ていくと、そんなに多くない。で一方で、じゃあ、どういう子が多いかというと、ここにね、軽症なんですね。子供の場合、その救急隊が運ぶ子のほとんどが軽症というふうになっています。意外ですかこれって。どうでしょうね。で、子どもの救急の特徴、小児救急の特徴なんですけれども、今、ご覧いただいたように、圧倒的に軽症が多いです。それからさっきの右の方に、ずれていく図がありましたけれども、その120万件とかの相談があるというふうに考えると、割と軽症な軽い子が多いんですね。ですけれども、その中に重症がいるんだよというのが、子どもの救急のすごく難しいところですし、現場のやりがいがあるところではあります。で、ただですね、子供たち、あるいはお父さん、お母さんもそうですけれども、この子は軽症ですとか、すごく重症なんですっていうふうに受診するってことはないですよね。ですので、そうやってね、そういうふうに受診してくれたら、すごく診療する方も楽というか、見やすいかもしれませんが、実際はそういうことはできませんので、そこが逆に難しいところではあります。ですので、例えば、熱が出てますとか、咳で夜寝れないんですとか、水分が取れなくっておしっこの色が濃くなってきてますとか、どこか痛そうとかですね、それからそれ全部ひっくるめてだと思うんですけど、不機嫌で、全然ずっと泣き止まないんですと。そういったなんとなくなんですね、漠然とした、主訴というか、訴えで受診する子がやっぱり多いですね。特にちっちゃい子になればなるほど、自分でね、なかなかお話しすることはできませんから、なかなか難しいですね。それをどういうふうに見ていくかっていうところが、子どもの救急の腕の見せ所というところになります。で、いろいろですね、昔の先生方はですね、子どもの救急というのは、多くの軽症、ね、さっき見ましたけれども、いっぱいいる軽症の中から重症を見つけ出すっていうのが大事なんだっていうふうに、おっしゃってる先生がいっぱいいたんですけれども、実はね、これすごく難しいんです。なんでかというとですね、
重症をちゃんと見つけ出すためにはですね、重症をいっぱい見た経験がないと難しいんですね。ですので、これが言えるのは、本当にベテランの先生なんですね。えー若手はじゃあどうすればいいのっていう話になりますよね。で、そこで私たちが、教えている考え方はですね、実はこちらです。初めからその子は重症かもしれないとか、緊急性が高いかもしれないと思って、まずは対応してみて、そうすると、おそらく、漏れがないというかですね、見落としが少なくなるんじゃないかなと思っています。愛知小児の救急にも結構いっぱい研修にですね、他の、小児科の、他の病院の小児科からですね、研修に来てくれる先生結構いますけれども、やっぱりこういうふうに、教えていまして、なので、一人一人ですね、ちゃんとこういうふうにこう評価をして、まずは重症とか緊急性がないよというふうにこう担保して、それからお話を、じっくり聞くというふうにします。逆にこう重症だなとか緊急性高いなってなったら、お話をそんなにじっくり聞いている時間がないかもしれませんから、その治療をしながらですね、簡単にお話を聞くというような形にこうスイッチを切り替えるような形で、やっていきましょうというふうにしています。ね。はい。で、具体的にどういうふうにやってるかというところなんですけれども、ちょっと実際の臨床をね、イメージして、お話をしたいと思いますけれども、パッと見ですね。パッと見て大丈夫かなっていうのをまず考えるんです。これパッと見っていうのは本当にパッと見なんですよ。例えばですね、診察室、待合で、ね、待ってらっしゃる、親子がいたときに、救急はですね、実は、マイクで呼んでないんですね。マイクで呼んでない理由というのが、あってですね、ちゃんと扉を開けて、待合でいる様子を見ましょうというふうにします。で、そうするとですね、待合で、割となんか元気で遊んでる子ももちろんいますし、一方ですごくもうぐったりして、もう、ね、例えば大きい子なんだけど、抱っこしてるとかですね、いうのを見ると、これはやっぱりちょっと悪いんじゃないかなとかっていうふうに考えます。で、呼んで、それからこう歩いて近づいて、ね、くるタイミングで、こういったものを、ね、見ています。例えば、呼吸は速くないかなとか、逆に呼吸遅くないかなとか、それから、努力用って言いますけれども、すごく頑張って呼吸してないかなとかですね、そういうのを、まず、見てですね、大体3秒ぐらいパパッと見ちゃうんですけれども、循環ですね、これは心臓とか血圧とか脈とかがどうなっているかっていうのを反映した、ところですけれども、顔色とかですね、悪くないかなっていうのを見ています。さらに、最後にですね、外観ですね。ぐったりしてないかな。こういうのを本当にパッと見です。本当に数秒で見て、悪ければ、えなんて言いますかね、じっくりお話を聞いている余裕がないかもしれないので、すぐにこう、ベッドに移動したりとかですね、中に入れてというふうにします。もちろん、愛知商院の場合はですね、トリアージを、しっかり教育を受けてトレーニングされた看護師さんがですね、やってますので、いきなりこう見て、すごく悪い子が目の前にいるということはあまりないんですけれども、こういうふうにこう、パッと見でどうかなっていうふうに考えて、まずは、診療を開始しています。で、その上でですね、実際にその一時評価っていうふうに言いますけれども、え急にね、胸の音聞くとか、急に喉見るとかではなくて、ちゃんとこう、ここを見ましょうね。気道ですね。空気の通り道の音です。ここが息苦しそうなではないか。例えばこう、狭くなってないかな、詰まってないかなとかですね。そういうのを見て、それから次、呼吸です。呼吸数どうかな、速くないかな、遅くないかな。それから酸素飽和度ってあるんですね。多分皆さんも新型コロナの時に、お家でね、ひょっとしたら測ってらした皆さんもいるかもしれませんけれども、指をパチッとやるやつですね。あれで、酸素の、取り込みがどれくらいかなというのを見ます。そして、次、循環ですね。これは心臓関係ですけれども、脈拍数はどうかな、早すぎないかな、遅すぎないかな。それから、血圧はどうかな、手足の循環はどうかな。こういうのを見ます。そして、神経と書いてありますけれども、これは意識の状態とかですね、それ動向、どうかなと見ます。で、最後、全身をざっと見て、熱があるのかな、それから皮疹とかですね、皮疹というか発疹とか、あるいは発疹だけじゃなくって、打撲とかね、怪我とかないかなとかも含めて、見るんですけれども、こういうふうにこう、
生理学的な評価と言いますけれども、いきなり喉を見に行くとかではなくて、まずは、こういった生理学的な評価をして、ちゃんとゆっくり診療してても大丈夫かなっていうところを、見ていくことほとんどです。こういった重症な子を、見る体制というか、教育体制が揃っているところは、先ほどお話しした小児救命救急センターというところになりますね。もちろんこれ以外にも、多くの小児科医たちが、先ほどのその小児救急の、概念というか、で、診療をしていると思いますけれども、それがその集約化とかも含めてですね、充実しているのは全国で20施設あります。愛知商院はここに、ね、ありますけれども、冒頭でお話ししましたけれども、大体全国で10番目か11番目、それぐらいの速さにですね、指定をしていただきました。小児救急はそういった診療の仕方とかですね、工夫しながら、重症な子が漏れないようにですね、やっているところです。はい、続いてですね、愛知商院の救命救急センター、何やってるのかなっていうところをちょっとご紹介したいと思います。こちらは本当にたまたまですね、撮れた写真なんですけれども、確か自分が、当直の明けかなんか診療終わったタイミングで、ちょうどヘリも来てですね、で、救急車もちょうど患者さんを降ろした後かなんかですね、ここに止まっていて、これはすごいなと思って、撮ったんですけれども、この感じですね、ドクターヘリも動いているし、こういった救急車ですね、これ病院の救急車専用ですけれども、マイクロバスみたいな、ちょっと大きな救急車で、多くのね、スタッフが乗れて、いろんな医療の機器をですね、積めるような救急車ですけれども、そういったものを活用して、救急医療をですね、展開しています。愛知商院のですね、救急の受診者数、こんな感じになっていてですね、初めは、できた当初はですね、年間6000人ちょっとぐらいだったんですね。ですが、どん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 増えてきました。すみません。で、ここでやっぱり新型コロナが流行って、子供の感染症がすごく減ったので、救急の受診者数も一段ちょっと少なくなりました。ただですね、とはいっても重症な子はそこそこいたので、搬送はですね、結構頑張りました。それからまた戻ってきて、今大体9000人ぐらいかなと、9000人か9500人ぐらいのところを推移している。おそらく、普通に受診する方はこれぐらいかなというふうに思っています。そしてですね、先ほどちょっとお話ししました。愛知省には、来た方、トリアージっていうのをしています。トリアージというとですね、災害の時にやるようなね、イメージを持たれる方いらっしゃるかもしれませんが、こちらちょっと違っていて、病院の中で、行う院内トリアージと言います。院内トリアージというのは、緊急度ですね。緊急度を確認して、その順番にですね、緊急度から見て優先順位をつけていこうです。ここの、蘇生とやって紫、青っぽいところと、急ぎの赤ですね。それからちょっと待てる黄色。それ以上にもうちょっと待てる緑というふうにやっていきます。これ見ていただくと、蘇生というのは本当にすぐに診療を開始しなきゃいけない子どもたちですけれども、その子たちは、そんなに多くないんですね。先ほどの救急車とかと同じで、重症な子ってちょっと少ないんです。一方で、赤とか黄色の、急ぐ子たちが、そこそこ多いかなということですね。さらに、ちょっと待ってもらえる、ぐらいの、緊急度の子もそこそこいるという感じです。なので、こうやって見ていただくと、この青い子がちょっとずつ増えながらですけれども、赤い子も黄色の子も、基本的には黄色い、緊急度の子が多いですけれども、そういった体制で、内訳というかですね、こういった緊急度の子どもたちが愛知省には受診をしています。そして、搬送ですね。搬送に力を入れているというふうにご紹介いただきましたけれども、私たちはその施設間の搬送ですね、病院と病院の間の搬送を頑張ってやっています。2017年がだいたい150件いかないぐらいだったんですけれども、コロナ禍でちょっと減りましたが、さっきのね、受診する人よりも減りが少ないのは、やっぱり重症な子が集まってきたんですね。ですので、ここでちょっと下がりましたが、今はどん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 増えていて、年間220、30件ぐらい搬送チームは出ています。その中で本当に重症なこの向かい搬送ですね。
この中にここの病院から元の病院に行くとかですね、それも医療機器つけながらなので簡単ではないんですけれども、搬送する子とかですね、含めて270件なんですが、本当に重症な子を迎えに行くのは、大体年間180件ぐらい、行っています。だから、2日に1回ぐらいはですね、他の病院に迎えに行ってるんですね。遠いところですと、豊橋であるとか、中津川とかですね、それから大垣とか四日市とか、そういったところまでですね、お迎えに行っています。しかも、別に平日の日勤だけ、普通の日だけじゃなくてですね、夜間とか土日もですね、行ってます。ですので、行ける体制で、救急はですね、運営をしています。まあ、それが、まあ、愛知県全体の安心になるといいのかなと思いますけれども、そこでね、ひょっとしたら、こんな疑問を持たれた方いらっしゃるかもしれませんね。なんで救急車だけじゃないのとか、なんで病院まで迎えに行くのっていうと疑問に持たれる方いらっしゃるかもしれません。まあ、小児救命救急センターならね、救急車だけ受けてればいいんじゃないのという疑問を持たれる方いらっしゃるかもしれません。例えば、コードブルとかの、病院とかだと、ドラマのコードブルとかだと、そんなに歩いてくる人を、ね、いっぱい見てるっていう図というかイメージないですよね。ああいうまあ3時の救命救急センターは救急車とかドクターヘリとかを、まあ、いっぱい受けてるんですけれども、もうそれでいいんじゃないのって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、いやいや、そんなことはないんですよと。子供の救急というのはですね、救急車で来る以外にも、まあ、重症な子がいるんです。さっきちょっとお話ししました。重症ですとか、軽症ですっていうふうに、本人も言わないですし、見てるご家族もですね、なかなかわかりません。もちろんすごく重症な子はわかるかもしれませんけれども、なかなかね、わからづらいんですね。ですので、そうじゃない救急車以外の子にも重症な子がいるよと。ですので、救急車以外に普通に受診する方もですね、しっかり同じように、見ていくというのが大事なんですね。それから、まあ、歩いて受診したとしてもということで、まあ、実際にいろんな病院で経験した事例をちょっとご紹介しますけど、ぜい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 、ね、風邪みたいな、あるいは喘息の発作みたいな、ずっとしてる、なんでだろうと思って、普通に歩いてきた子が、腫瘍があったとかですね、実際にあるんです。それから、吐いたり下痢したりとか、お腹の症状ですね、をしながら、来た子が実は心臓の病気だったとかですね、あります。それから、ちょっとちっちゃい赤ちゃんが不機嫌とか飲めないっていうふうに来て、脈がね、問題なかった、不整脈の子がいたりとか、意識が悪いっていう赤ちゃんが、よく見てみたら、長重積っていう、まあ、腸管が、の病気ですけれども、これも、急いで対応しないと、困っちゃうんですね。まあそういった病気だったよとかですね、あります。ですので、歩いてくる子の中にもやっぱり重症な子が、とか緊急性高い子がいるので、救急車だけを受けていては、愛知県とかね、この辺りの重症な子を救えないんですね。で、じゃあなんで、迎え搬送っていうのをしてるのというところですけれども、迎え搬送っていうのを、まあ、概念というかですね、ピンとくる方多分少ないと思いますけれども、これはうちの病院から別の病院にいる重症な子を迎えに行くんですね。えーまあ、イメージとしては向こうから来てもらえればいいじゃないと。ね救急車も別にその地域の救急車があるとか、あるいはドクターカー持っている病院もね、結構多いので、そこのスタッフに乗ってきてもらって、来た方が早く到着するじゃないか。ねそういうふうに考える方いらっしゃると思います。まあ、時間としては確かにそうなんですけれども、ちょっと見方をね、変えるとこうなんですね。実は搬送中に状態が悪くなる子っていうのは結構多いんです。で、そして、いろんなところですね、日本全国、まあ、これ海外もそうなんですけど、搬送に慣れていないスタッフが連れてくるとですね、途中でもっと悪くなったりとか、本当に最悪の場合はですね、そこで呼吸が止まっちゃったりとかですね、そういった子が出ることがあるんですね。ですので、今言われているのはですね、そういった搬送であるとか、子どもの救急に、あるいは集中治療に慣れているスタッフが、ちゃんと、本人を見て、必要な処置をして連れてくる方が、合併症がね、少ないというふうにも、これは言われています。ですので、私たちはですね、昼でも夜でもですね、いろいろ工夫しながら搬送をお迎えに行ってですね、搬送をしています。
もちろん中には向こうに行って、落ち着いてるから、パッとすぐ移動して、向かいましょうっていう子ももちろんいるんですけれども、行ってみたら、実は結構悪くって、追加の治療とかですね、処置をしながら、向こうの先生とですね、一緒にやりながら連れてくるっていうことも、まあまああります。ですので、まあ、そういったトレーニングをですね、シミュレーションも、まあ、医師だけじゃなくって、救急の看護師も含めて、トレーニングをしながら、そういった搬送にですね、日々備えています。で、まあ、トレーニングというとですね、こういった皆さんとも連携をしていまして、これは名古屋市の、まあ、名古屋市と、まあ、愛知県ですね、防災ヘリですけれども、まあ、実はまあ仲良くしていただいていると言ったら言葉が軽いですけれども、搬送とかで本当にお世話になっています。で、この、ヘリ、やっぱり特徴としては結構距離がね、飛べるんですね。例えば、ここからですね、大阪の、方に飛んだりとか、兵庫県に飛んだりとか、静岡に飛んだりとか、結構な距離飛べます。そして、この、ヘリのスタッフの中には、救命士さんもいらっしゃるので、私たちの、スタッフと、ここの救命士さんと連携してですね、しっかりこう、モニタリングをしながら搬送することができるんですね。こういった訓練というか、まあ、連携もですね、しっかり行っています。そして、こちら、これは藤田医科大学のドクターヘリですね。これも搬送の時に出発する前にの、まあ、一つの風景なんですけれども、ここに乗っているのがまあ、一小児の医師ですけれども、実はここに乗るためにはですね、安全講習というのを受けなきゃいけないんですね。このドクターヘリの特徴とか、まあ、やってはいけないこととかですね、あるいは、まあ、このヘリが例えばですけど、不時着したときにどういうふうに出るかとかですね、そういったことも含めて、勉強した上で、こういったところに乗っています。で、中ではですね、ドクターヘリの看護師さんと、ドクターヘリの、医師と連携して、子どもの搬送をしています。で、ただ一緒にいるだけではですね、力が発揮できませんから、最近は一緒に勉強会を開いたりとか、搬送を一緒にいた後には必ずこう、デブリーフィングと言いますけれども、振り返りをね、してます。今日の搬送はどうだったのか、なんか問題なかったか、あるいはもうちょっと工夫したらいいんじゃないかとかですね、そういったことを話し合いながら、次の搬送に備えるようにですね、しっかりこう、まあ、連携をね、しております。はい。なので、消防航空隊とかですね、ドクターヘリスタッフとも連携をしっかり強化して、そういった施設間のですね、病院と病院の間、重症な子どもたちを搬送するということをやっています。はい。それが、まあ、愛知小児の今のですね、救命救急センターの、まあ、取り組みになります。ここからですね、子どもの救急、これからどういうふうにしていくのかなというところをちょっとお話をしたいと思います。小児救急はですね、おそらく、まあ、これは自分考えることですけれども、考えている、ポイントだと思いますが、やはりまあセーフティーネットとかライフラインじゃないかなと思うんですね、地域の。やっぱりこの、時間外、まあ、困った時にですね、パッとこう見れる、そして重症な子がいたら、そういった子どもたちの対応ができるっていうのは、まあ、地域ですね、まあ、この地域全体の、まあ、支えを、下支えしてるんじゃないかなと思います。少子化になって子どもたち減ってくると言われてますけれども、絶対これは必要だと思うんですよね。そういったまあ、自覚というか、プライドを持って、この、愛知小にはですね、診療をしています。特にですね、ドクターヘリとの連携というのが、ここ数年ですね、まあ、すごく強化されてきています。で、まあ、先ほどのように、ちょっとまあ搬送するだけだったらあれなんですけれども、実はですね、搬送の意思をピックアップして向かうということをやってるんですね。これはどういうことかと言いますと、これ藤田医大のヘリコプターですね。で、ここのヘリポートはそこの、救急棟の上なんですけれども、重症な子がちょっと遠いところでですね、発生して連絡が入ります、我々のところに。その時に、例えば天候がいいかなとか、ヘリ飛んでるかなって、ヘリが行けるよってなったらですね、ドクターヘリのスタッフも、一緒に連絡に入ってもらって、私たちをここに迎えに来てもらって、ヘリで。で、そのヘリを使って向こうへ飛んで、そこからまた愛知処理まで運んでもらうということをやってます。
搬送医師のピックアップとか、ドクターデリバリーとかですね、言ってますけれども、実はこれ、子供で分野でやってるのって、日本でここだけなんですよね。日本でここだけです。それから、さっきちょっと言い忘れましたけれども、搬送の件数っていうのも、日本で圧倒的にここが多いです。200件以上搬送している施設はですね、実はないんですね。なので、そのだけ、愛知県の中で、岐阜もね、三重も入りますけれども、すごく中心で搬送をやってます。で、そしてこの、搬送のそのドクターピックアップっていうのをですね、藤田医大の豊明ドクターヘリと連携してですね、やることで、早く私たちがその子のところに行けるんですね。実は、ドクターヘリって皆さん、患者さんを早く運ぶっていうイメージが強いと思うんですけれども、実はそうじゃないんですよ、ドクターヘリ。何が大事かというとですね、ドクターを現場に向かわせるっていうのが一番大事なんですね。例えば交通事故があったとか、災害が起きたとか、そういった時に、まず現場に医師を早く投入する手段としてヘリがいいですね。なので、それと同じコンセプトで、重症な子供がいるところに、うちの、救急とか ICU とかの医師を、派遣して、まずファーストタッチまでの時間をですね、短くするっていうのを心がけています。ですから、その向こうから送ってもらうですね、向こうからもう一度ちら救急車に来てもらうとですね、結局その時間も長くなっちゃうんですね。ファーストタッチ、私たちがその子を見るまでの時間がすごくかかってしまうので、そこをなるべく短くしたいっていうのが、コンセプトでやっています。それからですね、実はメディカルジェットというのにも、協力をしております。ひょっとしたら報道とかでね、聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんけれども、こういった小型機を使ってですね、重症な子を、その地域で、治療ができない子をできる場所に運ぼうというのがメディカルジェットなんですね。で、先ほど、ちょっと見ていただきました、この小児救命救急センターの場所、全国に20施設あるんですけれども、どうでしょうか。なんとなくこの辺り固まってるっていう印象を持たれる方いらっしゃいませんか？関東、中部、関西、それから九州ですね。沖縄ももちろんありますけれども、実はこの東北とか北陸、山陰とかですね、北海道、そういったその小児救命救急センターというのはありません。もちろんですね、すごく重症な子どもたちを見ている病院とか、大学がしっかりあるので、地域の中で、なんとかなっているというのはもちろんあると思うんですけれども、ではそこでなんとかならない治療っていうのが割とあったりします。ですので、そこにたどり着くまでに、ドクタージェット、メディカルジェットというのを、活用できないか、そこの、活動にですね、搬送というところを担当することで、担当しています。で、これが後ろにあるのがジェットで、こういった小型機ですね、小型のジェットを使って、搬送をしているんですね。で、中はこんな感じです。この前の方がこのコックピットですね、操縦室があって、医師がとか座ります。で、このオレンジ色のもの、バックボードと言いますけれども、ここにもっとですね、いろんなモニターとか、点滴のものとか、場合によっては人工呼吸器とかを積んだ上で、ここに患者さんご本人寝てもらって、診療を続けながら、言ってしまえば集中治療を続けながらですね、搬送をしています。実際に愛知小児のメンバーが関わったこのメディカルジェットの搬送もですね、割と件数がポツポツありまして、最近ですと九州から東京の方までですね、搬送をお手伝いしたという事例もあります。ですから、こういった愛知県内だけじゃない部分でも、この搬送のスキルを持っている私たちが役立てる部分が多いかなというふうに考えています。それからですね、子どもの救急の DX、デジタル化ですね、そういったところも、これから必要になるのかなというふうにいろいろ考えているんです。例えばですね、こんなのそのうちできるんじゃないかなと思いますし、おそらくできるだろうと皆さんも想像されると思いますけれども、例えばその呼吸症状を、スマホで撮ったら重症度も判断してくれるアプリができたりとかですね、それから、症状から、受診の判断する AI チャットができたりとか、これ一部そのシャープ8000とかでやってる都道府県も実はあるんですけれども、そういったのがそのうちできるんじゃないかな、おそらくなんかこのあたりは実現してきそうな印象がありますね。そういうのはできるといいなと思っていますが、実際そこまでではないんですけれども、愛知小児の救急がですね、取り組んでいるDX、デジタル化というところをちょっとご紹介しようかなと思います。
まずはですね、医療機関からの重症小児の相談システムです。これはデジタル化というところにはちょっと及ばないかもしれませんが、電話相談のシステムをですね、愛知省に中心に作ったんですね。こんな感じなんですけれども、ちょっとこれもまたね、見にくいんですが、1枚で紹介していますので、これを持ってまいりました。例えばですね、ここが、重症な子がいる場所なんですね。左上に重症な子がいます。そうするとですね、その電話相談システムに電話をしていただくとですね、電話会議システムが開きまして、愛知小児の救急であるとか ICU とかですね、場合によっては循環器、心臓の専門の先生を入れたりとかします。で、最近はここにですね、ヘリで運ぶってなったら、自治体内のドクターヘリの、フライトドクターですね、担当している医師も入ってもらいながら相談をしています。で、ここの先生にですね、状況を確認しながら、こういう追加の治療をしてくださいねとか、あるいは搬送のための準備をちょっと、こういうことしてほしいなっていうのを伝えながら、方針を決めます。で、方針決めながら、実は搬送チームがもう、車だったら向かったりしますし、ヘリが飛んでくれる、私たちをピックアップしてくれるんであれば、ヘリに乗る準備をですね、するわけですね。で、こういったヘリなり車なりで向かって、また受け入れ先に戻る。ほぼ愛知小児が受けてますけれども、愛知小児で受けれない場合は、他の大学の病院とかですね、に連絡をしながら搬送をするという、こういったシステムを作っています。こういったのも、徐々におそらくデジタル化がね、進んでいくのじゃないかなというふうに思います。それからですね、こういったこともやってます。救急隊からの現場の画像共有というのも現場ではやっております。これはどちらかというと、愛知小児が進めるというよりも、やっぱり救急の現場の皆さんがですね、こういうのが必要だということでどんどんやっていらっしゃるんですね。イメージとしてはこういう感じでですね、救急隊から現場の状況とか、LINE とかですね、LINE ワークスっていう、ビジネス系で使うものがありますけれども、そういったもので現場を取ってですね、送ってくれたりします。現場の状況とか、交通事故の場合はですね、その本人が乗ってた自転車がどれくらい壊れているかとか、あとはそのぶつかった相手とかですね、車がどれくらい壊れているかとか、現場の状況とかですね、送ってくれます。場合によっては、そのやけどとかですね、怪我の場所というのも、こんな怪我なんですけどとかですね、そういうふうに送ってくださいます。それから呼吸の状態とかもですね、今こんな呼吸してますとか、送ってくれます。そうすると、なんか咳の音とかですね、音を聞くと、これはこういう処置が必要かなとかっていうイメージを、つけながらですね、準備をすることができるんですね。なので、電話の、連絡だけじゃなくって、実際画像とか状況とかが分かると、スムーズにですね、準備ができるかなと思ってます。こちらも、デジタル化の一つなのかなと思います。おそらくこういった、なんていうんですかね、プラットフォームというか、こういったものもどんどん進んでいくのかなと思います。そしてですね、最後に、紹介するのが、搬送中の情報共有ですね。私たちその200件以上ですね、搬送行ってるわけですけれども、特に重症なのがね、180件ぐらいあるとご紹介いたしますけれども、実はその搬送中もやっぱり時間かかります。ヘリだとね、例えば豊橋から12、3分到着しちゃいますけれども、実際車ですと、豊橋だと1時間とか1時間10分、20分かかっちゃうんですね。で、その間、もちろん電話はつながりますから、情報共有できるんですけれども、もうちょっと画像とかあったらいいなということで、トライしているのはこういったものです。これこちらが、救急で待っている医師の方ですけれども、がですね、デジタルデバイスを使って向こうの情報、動画、リアルタイムで、見えるようになっています。で、あと会話もこれを通してできますので、今どんな状況なのかなとか、実際にその言葉では言いにくいその呼吸の症状とかですね、を、共有できるようにですね、やっています。こういったデジタル化、実は救急の分野自体はですね、どんどん他の病院で進んでいて、例えばドクターヘリが現場からの情報を、岸病院に送るとか、大人の場合、心電図の情報ですね、を送って、すぐに心臓カテーテルの準備をして待っているとかですね、そういったのはかなり進んでいまして、そこに追いつくとかですね、同じように子どもの分野でも進められたらなというふうに考えています。
はい。ですので、小児救急はですね、先ほどお話ししましたように、セーフティーネットというか、ライフラインじゃないかなと思いますので、そこを充実させるためにですね、いろいろ現場で工夫しながら、やっています。これからもそういった努力をですね、続けていこうかなと思っています。で、私たちがですね、心がけていること、お願いをですね、最後にお伝えして、おきたいと思います。私たちがですね心がけていることはですね、やはり子どものたちが、ね、受診したときに、致死的って言いますけど、すごく重症な病気でもやっぱりちゃんと除外する、見分けるということをすごく大事にしています。それから、例えばお腹痛いとかですね、頭痛いって言ったときに、それって怪我じゃないかな、外傷ですね。そういったものをちゃんと、見逃さないようにすることを心がけています。そして、一般的な疾患ですね。よくある疾患ってやっぱりよくあるんですね。だから、ちょっとおかしいなと思う訴えであったとしても、一般的なものってちゃんと見分けましたかというところですね。確実にそれを見つけていくということも心がけています。そして最後、これすごく自分は大事かなと思ってるんですけれども、救急とかですね、時間外に受診された方ってやっぱり、子どもたち本人もそうですけれども、親御さんたちもですね、不安とか、心配をやっぱり抱えていらっしゃるんですね。ですので、そういった心配とか不安を軽減できたかなと、不安なまま帰ってないかなですね、そういったことは心がけています。この4つをですね、しっかり、やることで、実践することで、見逃さないように、重症なですね、疾患を見逃さないようにできるんじゃないかなというふうに考えています。それから逆にですね、お願いしたいことっていうのも、実はございまして、初めにお話ししました、シャープ8000とか、そういった電話とかですね、相談、そういうのをどんどん活用していただきたいなと思います。それから、やはりですね、かかりつけの小児科の先生っていうのは非常に大事ですので、そういった先生ですね、かかりつけのクリニックとですね、お付き合いをしっかりしていただきたいなと思います。ですけれども、一方ですね、心配とか不安であれば、愛知小児の救急はずっと24時間やってますし、スタッフもおります。ですので、心配とか不安であれば、やっぱりこれは受診をしていただいていいと思います。親御さん、お父さんとかお母さんが、ちょっと不安だなとか、いつもと違うなとかですね、思ってる場合は、やっぱり当たることが多いんですよね。これは多分どの医療従事者も思っていると思うんですけれども、やっぱりそこってすごいんですよ。ですから、その不安とか心配っていうのがあればですね、やっぱりちょっと見せていただくというのが重要かなと思います。はい。ということでですね、私たち愛知小児の救急センターですね、だけではなくて、愛知小児全体としてですね、救急のその急性期から、窓口になりますけれども、その後の治療、それから退院までですね、子どもたちのためにですね、しっかり力を尽くしてやっていきたいと思います。これからもですね、愛知小児の愛知小児全体をですね、どうぞよろしくお願いいたします。私だけは以上になります。ありがとうございました。